ハーベスティー、花だよ。今からみんなとご飯食べます。今日はみんなと正直にいろいろ話そうかなと思いまして。2025年の10月の1日に私の初めてのエッセイ本のハイライトには残さないけど生きていた日という本が発売されまして、10月の4日には今まで2年間活動してきた中で初めてみんなと会うイベントがあるのね。自分が普段思ってることとかみんなからもらった DM とかそこからいろいろインスピレーションを受けて書いた本なんだけど、なんか私がめっちゃ完璧な人に思われたらどうしようみたいな不安が最近すごくて、だからちょっとみんなと語り合う動画撮ろうかなと思って、9月といえば月見バーガーということでチキンバーガー買いました。私の視聴者の子たちは同世代の女の子がたくさん見てくれてるの。同世代の女の子の視点でみんなもううちの仲間だよって、こういう風な悩みって私一人だけかなって思ってたけど、でもみんなそうだよねっていうのを伝えたくてこういうエッセイ本にしたのね。編集中から失礼します。実物これ見て、表紙を絶対手に取ってほしいの。これすっごい素敵だし、この帯と写真がつながってる感じも素敵。本のサイズは私の顔と同じぐらいで結構ちっちゃめなのね。だから通勤中とか通学中とか適当にカバンに放り投げてほしい、そんな本になっております。本自体が結構柔らかいから持ち運びしやすいと思う。ちょっと見せます。みたいな感じですね。ランダムに写真が入ってるからそれがすごい素敵なの。この本の写真は松岡一哲さんというカメラマンの方に撮っていただきました。第1章はほとんどはそうじゃない日だから、完璧じゃない自分を好きでいるためにっていうことで、自己肯定感とか SNS で比べてしまうこととか、インスタのいいねの数とかトレンドとか、自分らしさと何かとか、そういうことについて書いてる。第2章、人間関係は意外と曖昧。他の人との向き合い方、大人の友情関係とか恋愛、私の理想の関係性とか、モテって何とか距離感とか、一人で反省会を開いてしまうこととか。第3章、私だけの一人時間とセルフケア、心を軽くするヒント。第3章が一番私の YouTube に近いかなと思ってて、セルフケアとか散歩とか映画見ようとかファッション楽しもうとかそういうことについて話してる。私の動画見てる子たちは一人時間を大切にしてる子とか、一人時間ってどうやるのって疑問に思ってる子とかたくさんいるから、ここ結構いいんじゃないかなって思う。第4章、一度きりの人生、あなたはどう生きる？将来の進路の話とか夢の話は私の DM もらうトピックの中で 1,2 番を争うぐらいみんな気になってることで、私も学生時代ずっともう悩みまくってたから、私がなんで今こういう仕事してるかとか、私が学生の時はどうやってたのかとか、私がずっとやってた夢日記についても書いております第5章、ラストはいつも頑張ってるから大丈夫、自分との旅を楽しもう。 SNS に映らないようなハイライトじゃない日についてのトピックだからすごく考えて書いたかな。この本は全てのトピック詰まっておりますので、ぜひお願いいたします。書店とかでこういう風に置かれてたら平積みしておいてください。私もやります。はいこの本読んでいいなって部分があったりしたら、ぜひぜひ友達に回し読みとかこうやって貸したりとかしてボロボロにしてください私もこの本をお守りのように持ち歩こうかなと思ってボロボロにすることを目標にしています。いつも私逆算して行動するんだけど、その逆算があったことがなくて、家出る時とかも電車乗る時とかもだいたい3分ぐらい遅れるの。命取りの3分とか命取りの1分みたいなことが多すぎて、私全然時間の管理できないなって思ったりした。モーニングに行こうと思ったので、その前にちょっと編集を終わらせてから行こうと思って家でカタカタやってたのね。そしたらあと30分でカフェのモーニングが終わるっていうことになったから、やばいやばいと思って急いだの。自転車を乗ろうとしたら自転車がパンクしてたの。絶対間に合わない時間に出てしまって、はい間に合いませんでしたってことになって、本当嫌になってた今日。私のこと最近知った方のために自己紹介します。花と申します。2005年3月生まれの20歳です。日本生まれ日本育ちで東京出身で、現在も東京に住んでおります。角川っていう出版社から出版されるんだけど、私の動画を見てくれてメールが来て、そこから話が進んで出版することになったのね。マジでも Z 世代ってニュースでくくられる時ってちょっと上、2000年代とか1900何年とかの人がメディアに出てるイメージなの、私的に。だけどその Z 世代の下の方の
2005年とか6とかそこら辺、大学生とか高校生とかそういう年代の子たちも含めたような目線の本が作りたかったのね。なんでこのタイトルにしたかというと、こういう日があるからです。これまさにハイライトには残せないけど生きてた日って感じ。ハイライトって SNS 時代でもよく使われる言葉だから、良くないですかっていうことでタイトルになったんです。今日ね、写真を見返したの。ゴミ収集所の曜日の写真、これ1枚です。終わり。たまに友達と遊びに行ったりとかお仕事したり外に出てアクティブになった日は写真をシェアしたりすることもあるけど、大体別に載せる必要ないなみたいな日がほとんどなの。 SNS とか見てると、花ちゃん毎日すごいキラキラしてていい生活送ってそうだなって思ってる人も100人に1人はさすがにいると思うのね。でも私もそういうなんかみんなを不安にさせる SNS の使い方してたのかなと思ってすごい焦ったわけ。私自身もそういう投稿を見ると楽しそうみたいな風に思う日はめっちゃある。どうでもいい日、誰にも会わない日、何もしたくない日、何もうまくいかない日、こういう日のことをたくさん書いた。 SNS に載せてない日ほどちゃんと自分のために生きてるって感じがしたというか、まさに自分のための日じゃん。普段毎回食べてるわけじゃないけど、こういうさ、もうどうでもいい日とかに食べたいみたいな。わかるこの気持ち。私の理想を書いたところも若干ある。だからみんなはあの本を読んで全部これをやらないといけないって本当に思わないでほしくて、私はこう思います。で、みんなもこう思ってる人がいますっていうことを言ってる。よろしくお願いします。毎日早起きした方がいいとか、筋トレ毎日した方がいいとか、結局ご飯はヘルシーなもの、こういうのじゃなくてヘルシーなもの食べた方がいいとか、どんだけあんのってくらいこの世の中に溢れてると思うの。だけど私それ3日ぐらいで大体終わらせてるのね。本当に怖いことに。ガサツだし、人間味たくさんある。マジ考えすぎな性格直したいなって思ったりするんだけど、多分これは私の素質的なものだから直せないの。だからそれを受け入れて今は頑張って生きてます。私別にみんなに何か教えられる立場じゃ全くないけど、みんなを励ますことはできるなって思ったの。憧れられる存在というか、キラキラしたように見える存在になってると思うのね。私もファンの立場だから、私が憧れてる人に聞きたいこともたくさんあるなと思って、動画撮ってる時はこうやってみんなとたくさん喋ったりポジティブでいられるけど、動画終わって本当になんか何もやる気がない日とかは本当黙り込んでるし、全然喋らないし、ベッドで天井見つめてって感じで1時間みたいな。みんな一緒のところってここだなって思ったから、もっとここを見せていこうかなってこの前思ってた。インスタの写真を選ぶのもめちゃくちゃめんどくさくていっぱい撮るじゃん。そっから自分の好きなやつを選んだり順番考えたりとか、このフィードの中でこういう感じが可愛いなとかあるじゃん。本当にスマホをね放り投げたいですけど選んだのね。比べることについてたくさん話してると思うの。比べない日はないってぐらい常に誰かと比べることが習慣になってると思うんだけど、私それに対しての動画出してるから SNS とか全然気にしてないみたいな風に見られてるのかもしれない。だけど全然気にしてるの。気にしたくないことばっかり気にしてる。私の大体の悩みは SNS から来るんだけど、みんなはどうなんだろう。SNS 以外にも学校に行ってる子だったらその学校というコミュニティがさ中心の世界だと思うから、そこで悩むことたくさんあると思うし、私も考えてみたら中学校高校の時めっちゃ悩んでたこといっぱいあったと思って、それマジどうでもいいことで悩みがちじゃん。どうでもいいんだけど私たちにとってはすごい大きなことみたいな、そういうのがすごいたくさんあるなって思い出したりしたし、お仕事されてる方だったら会社内とかでもあるのかなっても思ったりする。でも私は就職したことないから、その会社内でのトラブルとかそういうのは私はちょっとわからないから言及できないんだけど、会社勤めてる方とか皆さんどうですか？コンビニとスーパーのピザの製造とあとカフェ、この3つで働いてたんですけど、確かにね、働いてるとさ、なんか全然合わないなみたいな上司いたりするじゃない。でそれで、行きたくないみたいな日とかも全然あったし、私はね、テイラーが大好きなんだけど、天下のテイラー・スウィフトでさえ多分悩んでるはず。私はディーバのこと考えると心が落ち着く。私は大丈夫かみたいな気分になれるから。これマジでおすすめ。なんか後から編集して見てたら愚痴ばっか言ってて、これ何の動画ですかって感じだったけど、私はこういう日の方が多いよって伝わってくれたら嬉しいな。みんなは最近どんな日々を送ってる？調子どう？いい感じ？ちょっとよくない？そんな日もあるよね。あるある。私もあるしみんなもある。みんなやってる。そんな時にゆっくり読んでほしいなって思いながら書いてたよ。もうずっとみんなのこと考えてた。みんながこれを読んでどう思うのかが本
当に楽しみ。もう本当に聞きたいなんか文章って本当の自分を見られてるようで動画よりもドキドキするの。それに文字って特別感があるし、今の時代に本を読むってかっこいい感じもする、逆にね。だからみんなのリラックスタイムのお供にしてくれたらいいなって思ってるよ。もうすぐ本の渡し会があるから今日ネイル行ってきたの。フレンチネイルを初めてしたんだけど、もうすっごい可愛い。ネイル行き始めたら1ヶ月以内に変えないといけないじゃん。だから月の終わりを感じられるから結構いいのかも。その後スープストック行ったんだけど、フィルメールの牛乳を注ぐ女のスープっていう季節限定の味がマジで美味しかったからみんなにおすすめします。チーズが入ったミルクのスープにレーズンのパンが入ってるの。多分、秋限定なのかな。初めて見たかも。だからね、今日は結構やりきったって感じでいい日でしたいい日も良くない日もあるけど大丈夫。みんな頑張ってる。本当にすごい。改めてみんな本当にすごいなって思う。みんなに対して素直にそう思う分、自分に対してもそう言っていきたいなって思ったよ。見てくれてありがとう。ご飯食べてゆっくり寝てね。また来てね。バイバイ。ありがとね。